始まりました。R ズトークトーク MC の R です。よろしくお願いします。本日のコーナーは、すべてを熱く語れなくてもいいじゃない。R ズ切り抜きチャンネルのコーナーです。このコーナーでは特に芸術的な知識のない MC の R が、作品を楽しんだ感想として心に残ったワンシーンを切り取ってネタバレを含みながらトークしていきます。驚きと嬉しさがありました。スーパーフライさんのカバーアルバムを聴いてすごく嬉しくなったことについてお話ししたいなと思います。ちょっと前にですね、スーパーフライさんの YouTube チャンネルを見つけたので登録していたんですよね。懐かしいなと思って。で、ライブ映像とかも公開されてて、これはすごく楽しいチャンネルを見つけたなと思ってたんですよ。そしたらある日ね、僕のことっていう歌をスーパーフライさんが歌った動画が出てきてね、なんかすごい見たことあるなぁと思ってこれミセスグリーンアップルさんの歌だよね、そうだよね、カバーしたのみたいなね、もうその時点で結構興奮気味だったんですけど、なぜなら僕はねミセスグリーンアップルさんが大好きなんでね、だからこの僕のことのカバーをした動画っていうのが公開されたタイミングでしっかり見つけられたっていうのにもね、かなり運命的なものを感じまして、それにも感動したんですけれども、僕もね昔ミセスグリーンアップルさんの僕のことについてもサブチャンネルの方でお話ししてみたことがあるんですけど、なんだかね僕としてはこの歌を聴くと大森くんがね、しょうがないからそういうことにしようよってこう誘ってくれているような風に感じまして、大森くんがそう言うならじゃあ俺もそういうことにするかみたいな感じに思える、そんなね雰囲気というかが僕は好きなんですよ。決していい日なんかじゃなくてもいい日だよね。だっていい日じゃないって感じられるってことはいい日なんだよみたいなね、なんじゃかある意味思い込みたいってことだったり、願望としてそう思える自分でありたいみたいなことなのか、それともやっぱりいろいろ感じられることってすごく素敵なんじゃないかっていう、いろいろなことを感じられるんですよね。やっぱ聞いてるとそういうところが好きなんですけれども、まず僕はね音楽的な知識がないから、とにかく純粋な興味としてスーパーフライさんが歌うとどうなるんだろうっていう風に思ってね、すごくワクワクしてとにかく聞いてみたんですよ。どちらかというと確信として絶対いいと思うだろうなと思ってたんですけどね。で聞いてみたら本当に良かったっていうか良かったです。すごく嬉しくなったんですよね。これももちろんただの感想としてなんですけど、ミセスグリーンアップルさんの僕のことをちゃんと歌ってくれたなみたいなね感じがして、それが嬉しかったんですけど、もちろんカバーをされていてスーパーフライさんの僕のことなんだけれども、ミセスグリーンアップルさんの僕のことでは全くないなっていう風には感じないっていうか、そう思わせてもらえたのがねすごく嬉しかったんですよね。ちょっとね偉そうな言い方になっちゃうかもしれないんですけど、完全にぶっ壊して新しいものを作るんじゃなくて、あくまで同じことを別の人が表現したんですよみたいな、そういうねなんか優しさというか温かさというかを感じたような気がして、というか僕にとってはそう感じられたので、すごく嬉しかったというか安心感があるというか良かったなと思いましたね。で同じことを別の人が言った時になんていうか強さの違いみたいなものなのかもしれないんですけど、そういうのを感じまして、ミセスグリーンアップルさんの方を聞いていると決して明るい気持ちにはなれない、全然素敵だなんて思わないけどでもそう思うことにしたみたいな感じがするんですよね。でそれに励まされるというか応援されるというか誘ってもらえるみたいな、一緒にそうやって思いませんかみたいないうふうに言われるような、そういうエネルギーをもらえるなと思うんですけど、スーパーフライさんの僕のことはもう本当に素敵な日だと思っているような強さがあるような感じがして、なんとなく僕のね感覚としては平成の若者って
情熱的だなみたいにね、熱いなっていうか、言い方悪くすれば暑苦しいなと思うんですけど、僕も平成の若者に一応分類されると思うんですけれども、で、スーパーフライさんも平成世代と言っていいと思うんですけど、やっぱり熱いなというか情熱的だなっていうふうに思いまして、そのね、熱さっていうのがすごい懐かしく感じたし、だけど、その熱さで、なんかこう、ミセスグリーンアップルさんの僕のことを、こう、もう焼き尽くしたみたいな、そういう感じがするわけでもないっていうのが、包み込んでくれるような優しさというか、同じことをして伝えてくれてるんだけど、あくまで伝える人が違うので、こういう違いがあるんだよ、みたいな温かさというのかな。そういう人間的な温度というか、そういうのを感じたような気がして、すごく嬉しかったですね。なんというか、すごく大切に歌ってくれている感じがしたというか、ファンとしてはそう思いました。で、他にもね、姉が星野源さんのファンなんで、クレイジークレイジーとかも聞いたんですけど、そっちもね、同じように思ったし、選曲もすごく嬉しかったんですよね。僕が印象的に覚えているのがね、星野源さんが脳のね、こう病気されていて、何度か活動休止せざるを得なかった頃の歌だってことなんですよ。このクレイジークレイジーがね。クレイジークレイジーが発売された頃、星野源さんはね、テレビに出てなんか出たと思うんですけど、クレイジークレイジーの中では頭揺らせって言ってるんですけど、僕今そんなに頭振ったりしちゃいけないんですよね、みたいな話をね、されてて、その話を一字句覚えてるわけではないんですけど、なんかいろんな感情の混ざっているようなコメントをされてたのをすごく印象的に覚えてまして、苛立ちみたいな、諦めみたいな感じだったり、だけど立ち向かっているような、もしくは向き合って付き合っていこうとしているような、なんかそういうこういろんな思いを語られているのかなっていう風に思ったのをね、すごい覚えてるんですよ。そのクレイジークレイジーを選ばれて、こういう風に歌っているのをね、聞いてたらね、すごくね、丁寧にというか大切に、だけど大胆にみたいなね、そうやって歌っているなぁみたいに思いまして、本当にね、音楽的なことがわからないから正確なことが言えるわけではないんですけど、同じように歌っているっていうわけじゃないと思うんだけど、でも決して星野源さんのクレイジークレイジーではないものを歌ってるわけでもないみたいな、なんかそういうね、愛情を持って歌ってくれてるようなね、そういう温かさですよね。それをすごく感じましたということでした。僕がもともと印象的だった歌はこの2つなんですけど、他の歌もみんなそうなんだろうなって思ったりしまして、動画のコメント欄でもね、同じようなことを感じたんじゃないかと思うようなコメントを見たりもしたんで、そういうのも含めて本当に温かい気持ちになるアルバムでした。僕にとってスーパーフライさんといえばシャウト系のビープとか魂レボリューションとかのイメージなんですよね。中森明菜さんを見てても思うんですけど、時間が経てばね、もちろん変わることっていうのがあって、ただ時間が経つってだけでもないわけじゃないですか。人生いろいろあるわけですよね。スーパーフライさんも喉の不調でお休みされてたこともありましたよね。ミセスグリーンアップルさんも活動を休止されてたこともあるし、星野源さんもそうというわけで、本当にね、どんなことも常じゃないなと思うんですけど、それこそがね、一番の醍醐味と思えたら、また違う景色が見えてくるのかもしれませんよね、と思ったりもしました。はい、今回はスーパーフライさんのカバーアルバムについてお話ししてみました。他にもですね、切り抜きチャンネルの方では中森明菜さんのお話や極悪女王の話もしていますし、サブチャンネルの方では趣味の MBTI についてもお話しさせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。